ベートーベン運命から始まりました。今日のにゃんじゃねです。今日は40代女性やよいさんが受けてくれました。やよいさんは現在ライトワーカー講座受講中で、チャネリング前にたとえメッセージが厳しいものだったとしてもそのまま伝えてくださいとおっしゃるとても熱心な方です。そんなやよいさんへのメッセージとは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。講座を開けてみてどうですか？やってよかったなっていうのは思います。今までは本当苦しすぎて、去年まで知らなかったんで、こういう世界があるって、もうだから逆走してたんですよね。努力が美徳みたいな、その時の時代の、本当に頑張ることが楽しいことみたいな。でも、もう思い癖がすごいあって、辛くても仕事が。その時に YouTube見た時に、あちこさんにたどり着いて、本当にトントン拍子に。それまでは宇宙系のスピリチュアルとかは全然。ただ江原さんと宮さんが大好きでした。一緒もう江原さんの本とかいっぱいありますし。やった、嬉しい。私も江原さんからなんですよ。そうなんですね。そういうのは好きだったんです。オーラの泉大好きで。大好き。いいですよね。私なんか今もすごい学んでるんです。江原さんの考え方もやっぱすごい好きで、厳しいし、でもすごい好き。最近もすごいなんかやったら読んでますもん。何読んでるんですか？私、昔からちょっと家族あんまりダメだったんですよ。今までの経緯が本当にいろいろあったんで、たまに溜まってたのが爆発しちゃったんですよ。それで、どうしたらいいんだろうと思って、この怒りって。でも、家族なのにと思ってる時に、伊原さんの家族、捨ててもいいですかっていうのがなんかあったんですよね、本が。それをちょっと一冊読んだ時に、いいんだよっていう風に書いてあって、家族でもね、別に、それぞれの人間だからとか、こういろいろ書いてあって、そっからいろんなの読んでる、なんか、それでちょっと楽になって、スピリチュアルが好きだから、私スピリチュアルが好きやと思ってたんですよ。でも、ライトワーカー講座受け出して、宇宙系のスピリチュアルに触れてね、すごいびっくりして、私にとっては真逆に見えるので、江原さんのやつは、起こったことは全部学びやから、そこから学ぶみたいなことを言うじゃないですか。宇宙系の人は楽しいことだけすればいいって言うじゃないですか。違いますよね。違うの、そこは。でもね、今は楽しいことをすればいいっていう宇宙系のやつも、結局はあれを勘違いしてる人もいるかもしれんけど、ちゃんとやることはやった上で楽しいことしなさいっていう意味なんやなと思うんですけど、それを気づかずに、なんか自分の課題は全然ほっといて、スピリチュアルって言ってはんのに、私が思うスピリチュアル的には生きてはれへんから、みんなのって思ってる去年でしたね。確かに、もう本当、伊原さんってそう厳しいんですよ、やっぱ。自分のそのあり方、全部学びだからっておっしゃってますもんね。そうですね。でもそんな考え方は私も変わらないです。今も変わらない。そうですよね。私もそれはもう本当、言葉とかね、声が人生作るっていうのもそうですし、ちょっと厳しいかなぐらいですよね。何か聞きたいことありますか？なんかこういうライトワーカー、できれば、こういうのもちょっとやってあげたいなっていうのは思うんですけど、なんかそれについてアドバイスっていうか、メッセージとかいただけると嬉しい。なんか私に合うもの、私が輝く風に進める何かこう、そういうのがあれば知りたいなって思いますね。わかりました。それ見ていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。真っ暗いところに三角座りしてるやつさん出てきました。幼少期みたいです。小学生ぐらいかな。で、その後ろに今の弥生さんかなが、後ろからその子を心配そうに見てて、なんかブランケットみたいなものをかけてあげました。なんか辛いみたいですね。やっぱそのちっちゃい子の方が。大人の方の弥生さんが私のこと見えるみたいで、来てくださいって私の方が手招きするんです。
こんなバージョンすごく珍しいんですけど、私のことを呼ぶんです。弥生さんがね。で、この子を見てあげてほしいって、大人の弥生さんが、この子をケアしてるんですけど、そのちっちゃい子が泣いてて、泣くのに必死で周りに人がいるっていうのがちょっとわからないみたいで、ケアしてくれる人がいるっていうのが、ちょっとこの子にどうも伝われへんって言ってるみたい。やろうとしてるんですって。ここにいるし、私は。で、ブランケットもかけてあげてるし、でも、それがこの子が気づかへんみたい。で、どうしたらいいと思いますかって私に聞いてます。あーって私が言ってるんですけど、どうしましょうかって言って、映像の中の私がトントンってしたみたい。来てくれてるよって教えてあげるんですけど、私の手を振り払いましたね、今。分かってくれないと言ってます。でも、横に来てるよって、それは分かってるんじゃないのって、でも分かってないって言ってる。いや、困ったな。困ったなって今私が思ってて、私はちょっと今はっきりわからないんです。だって、大人の弥生さんはここにいるし、ブランケットもかけてるし、このインナーチャルであろう弥生さんがいるっていうことは認識してるのに、でもこのちっちゃい方の弥生さんが分かってないって言ってます。私はずっとここにいるのに、分かってるみたい。いるって分かってるみたい。でも本質的に分かってないっていうかな。なんていうの？ちゃんと分かってないっていうの？見ようとしてないっていうかな。見てるようで見てない。自分がどんだけ辛かったかとか、どんだけ寂しかったか、悲しかったか、それを本当の意味で見ようとしてないって。表面上ちゃんとブランケットかけようとしてるんですけど、なんかこう封印してるみたいな感じ。本質的なところを、それを分かってないって。それをちゃんと自分で見ようって思わないと、私は心開かないのに、この表面上、ブランケットをかけたって、本当の私は癒されへんって言ってます。で、それを聞いて、大人の弥生さんがちょっとショック受けてますね。だって、やろうとしてたつもりやから。でも今、そうやって言われて、本当に自分に勇気がなかった。自分の本当の辛さを見てしまうのが、勇気がなかった。本当にこのちっちゃな弥生さんに心寄り添おうと思ったら、同じ体験をしないといけない。この子が本当にどんだけ傷ついたかとか、どんだけ寂しかったとか、悲しかったとかっていうのを、もう一回味わってあげないといけない。それが心寄り添うっていうこと。それを覚悟できてないっていうか。その覚悟ができてこそ、初めてこの子に寄り添えて、ここから浮上できるんですけど、その勇気がないっていうところを、大人の弥生さんが分かってないって言ってるから。だから私はずっとここで待っているんだって。本当の意味で、大人の弥生さんが勇気を持てるということを、結局、そのちっちゃな弥生さんと大人の弥生さんは二人で一人やから一緒なんですけど、ちっちゃな弥生さんが大人の弥生さんに言ってます。本当は泣いていいって。認めちゃうと、自分がすごく惨めに思うみたい。だから悲しいとか、その負の感情っていうかね、それをちゃんと認めきれてないというか、頑張らないととか、私はもっとやらないととか、こんな自分はダメなんだとか、これは学びだからとか、もっと良くならないといけないとか、泣くんじゃなくてこっから学ぶとか、なんかそういったところにフォーカスしちゃってて、感情を認めてないのかな。悲しいとか寂しいとかそういった負の感情っていうやつですね。が
がまずあるのに、それをこう感じきってないというか、そうですね。それをまだ感じきってないのに、じゃあそれどうしたらいいのかなとか、僕は何を学んだらいいのかなとか、もっと明るくならないといけないなとか、これがあってもちゃんと笑って生きていけるのが人生やなとか、まあそれはそうなんですけど、確かにそうですよ。悲しみに浸るっていうことがあかんと思ってんのかな。そうなんですよ、本当に。頑張り屋さんなんでしょうね、きっとね。傷ついたっていうことは、自分がまだ学ぶべきことがあるから傷つくんですけど、でも傷ついてもいいじゃないですか、人間やし。冷静の高い人はきっとね、いろんなこと傷つかないと思うんですけど、でも、傷つくっていうのも一つの体験やし、傷ついたからって別にダメな人間じゃないし、それは素直に感じていいんですけど、こうやって思っちゃった自分がもうダメみたいな、ここからもっと成長していかないといけないです。強靭な心でやらないといけないとか、そういった考え方にすぐにシフトチェンジしちゃうんですね。本当にそうですね。だから、すごいずっと頑張ってるって。頑張ってる。頑張ってるみたいです。でも、それって、本当の意味で生きるっていうことじゃないよって。生きるっていうのは、いろんな感情を感じること。もちろんね、落ちたらそこからいろんなことをこう考えてか、這い上がっていく。自分の考え方をこうシフトチェンジして学んでいくっていうのはもちろん大事やけど、嬉しい時も、その頑張ってる時も、そして悲しんでる時も、全部が学びやから、だから、いてはいけないっていうことはない。悲しむっていうことも大事やって。それも大事な感情の一つやから。だからその悲しむっていうことをちゃんと自分に許可してあげてって。それができてないんじゃないって。頑張り屋さんなだけにね。だからすごいかわいそうやって。子供の弥生さんから見て、大人の弥生さんがちょっと痛々しいんですよね。頑張るから。でも、悲しむっていうことを自分にちゃんとさせてあげてほしいって。だって悲しいんやから。悲しんでる自分が悪いわけじゃない。傷ついた自分が悪いわけじゃない。寂しい自分も別に悪いわけじゃないから。だから、そこをちゃんと認めて、死んでもいいっていうことをちゃんと自分に許可してほしいって。それも生きるっていうことだよって。頑張るだけが生きるじゃない。それを感じてから、そこからちゃんと上がっていく。それを蓋をしたまま、そこから抜け出そう、そこから学ぼう。自分のこう魂の向上するために、学ぶっていうとこだけをすぐにシフトチェンジしちゃうんですけど、そうじゃなくて、悲しむのをちゃんと感じるのも人生だよって。一見不に見えるところもちゃんとやっていいんだよって。それは弱いってことじゃないし、ダメっていうことじゃないし、だってそれは人間やん。いろんな感情を感じて、結果、いろんなことを学んでいく。それには、その先の学びの方の結論に行くんではなくて、まずこれを感じる、その悲しみに浸ってしまう自分を許すっていう自己需要でもあるから、もうちょっと自分に優しくしてあげてほしいって。向上しようってするのはすごい素晴らしいことなんやけども、でもこれをした結果、今私は泣いてるよって。それを気づいてほしかったって。だってそれってすごく辛いこと？それを認めないまま学ぼうとしてるのは、自分を許してあげてほしい。悲しむ自分を、辛いと思ってる自分を傷ついたって怒ってしまう自分とかも自然な感情やから、それを感じる自分、人間らしい自分、そのまま認めてあげてほしいって。それが自分を愛することだって。自分を愛せないと人も愛せないから。自分のありのままの
感情を認めてあげる。そしてその人間らしい自分を認めてあげる。自己需要かな。それができないから、ずっとこのちっちゃい弥生さんが泣いてるって。だからいくらブランケットかけようとも、泣いてしまうような自分を認めてないのはあなたじゃないのって。だからブランケット後ろかけられてるけど、あなたは私の気持ち分かってないよねって言ってる。だってやってないもん。本当の意味で認めるっていうこと、自分を認めるっていうこと、泣くっていうことをね、泣いていい、悲しかったっていい、人に文句が出たって、それだっていい。そうやって学んでいくのがこの世界やし、人間やし、それを思わないように学んでいこうってするけど、自分の感情を認めるのが先じゃないって言ったら、ちっちゃい方の弥生さんが今説明してたんですけど、大きい方の弥生さんが泣き始めてます。涙ぐんでるみたいな感じですね。すっごい頑張ってたみたい。だってね、この世界って魂の向上のためにあるってね、思ってるし、だからすごい頑張ろうと思ってたし、だから何かされて人に文句が出るとかね、僕の感情が出るっていうのは、まだまだ自分が精進足りないからなんかなとか、苦しいけど、やっぱりこれって何か自分に学びがあるから起こってるわけやしっていう感じでやってたけど、その本当に自分が辛いと思ってる、こんだけ頑張ろうとしている自分が、やっぱり他人に文句が出ちゃうっていうのはね、やっぱり自分がしんどいと思ってるから出るんですよね。それやのに、大人の弥生さんはそれを感じるのがあかんと思ってたみたい。自分の弱さを認めるというかね。すごい今泣きましたね。さっきまで涙がこううるうるってなってたんですけど、泣きました。その通りですね、ほんと。今ね、大人の弥生さんが手を顔にこう覆って、なんか泣くのがあかんと思ってるみたい。声を押し殺して泣き始めるんですよ。我慢してるみたいです。泣くのがダメだと思ってるから。ここから学ばないといけないから。純粋に泣くっていうのが、人として失格というか、そういうふうに思ってしまってるみたいですね。だから泣きたくないんですよね。でも、今そうやってね、ちっちゃな弥生さんの方が、本当の意味で理解してるじゃないですか、今。だからその本当の優しい声を今かけてもらって、大人の弥生さんの方が我慢しきれずに泣き始めます。だからすごく真面目というか、勉強家というかね、いろんなことを、悲しいことこそ学びなわけやから、そこから向上しないと、みたいな感じで、多分すごく頑張ってはったんやと思います。そうなんですよね。だからもう本当確かに苦しい。なんかね、早く死にたいっていう感情ばっかなんですよね、ずーっと。死が怖くなくて、本当になんか早く向こう行きたいなっていうのもずーっとあるんですよね。そうなんですか。言われて、本当そうだなって思いますね。今、ちっちゃい方の弥生さんが大きい方の弥生さんの体を触りました。分かってるよって。頑張ってたのすごい分かってるって。だから結果私ができたんやし。頑張ってたよねって。大変なこととか辛いこととかあっても、自分がかわいそうとかじゃなくて、そう思う自分がダメなんやなって。だから、ここから学んで、泣かない自分、辛いと思わない自分、何でもちゃんと愛に変換できる自分にならないとって。だから、なんていうのかな。ごめんなさい。自己否定かな、これ。今の自分を否定してるんですよ。だからもっと良くならないといけないです。でもそれってすごく辛い生き方じゃないって。向上しようとはしてるけど、結局は自己否定やから、これってすごく辛くないって。こんなに大変で悲しくて、でもそれでも
他人のことをどうやったら思いやれるかなとか、どうやったらその人のためになれるかなとか、どうやったらもっと自分って向上できるんかなとか、ここから何を学べばいいのかなとか、そうやって思ってる時点ですごく愛らしい存在やのに、その時点でもうすでに完璧というか、なんていうのかな。愛されるべき存在なんです。その時点で。完全かもしれへん。でも完全な人間なんていないから。それやのに、大人の弥生さんからしたら、自己否定やから、もっと良くならないと、もっと素晴らしい人間にならないと、どんなことがあっても全部愛で返せる人間にならないといけないっていうのをずっと頑張ってたから、それをずっと続けるのって、それってすごい苦しい生き方じゃないって。現に私は苦しいって。悲しいとか辛いとかの感情を認めてもらえない結果自分が生まれて、苦しいように生きるっていうのが人生じゃないんじゃないって。弥生さんがね、どんな人も愛で返せるようになろうって。だからこんなこと言ってくるけど、この人も苦しかったんやなとかね。この人にもこれを言う過去があったんやなとか思いやれるんやったら、それって自分にもできるんじゃないのって。人にはあげようとするのに、自分にその愛をあげてないんですよね。だからまず自分なんですよね。どんな自分も認めてあげる。それも学び、霊性の高さをこう目指していくみたいな感じですね。それをやってるんですけど、でも、できてない自分も認める。泣いてしまう自分も認める。人に衝動的にね、文句が出てくるみたいな。そんな自分も認めるとか、人にはしてんのに自分にはしてない。それはすごく辛い状態やって。自分にできて、その上で人にするんやったらいいんですよ。でも人にしようとしてるのに自分にできてないから、だから私はずっと苦しいって。ずっと自分を責めている弥生さん。でも頑張ってる弥生さんを見るのも辛いって。もしこういうふうに頑張っている人が前にいたら、どう思うって。頑張ってるって思うんじゃないって。それをただ自分にしてあげたらいいだけ。やっぱり頑張れない時だってある。自分がすっごい体調悪い時に、いろんなしんどいことが重なった時に、人のことをこう愛で思えない時かってある？それがすごい今ちょっと苦しいみたいです。そんなこともプラスに転換しようとしてるところ。でも結局、やっぱり人間やしね。そんな急に仏様みたいにはなれないじゃないですか。誰だってね。できない自分をずっと責める。で、その理想がね、じゃあ来たら満足するんかって言ったら、基本人間になる場合来ないですから、そういうのは。神様になるってことやし、そういうの。だからずっと足りてない自分を今世でずっとやっていかないといけないんですよ。死ぬまで、自分が足りてない、もっと頑張らないと。どんな人も愛で包み込める自分でいないと。それこそが生まれてきた意味やし。っていうのをやると、ずーっと自分は自分でいいんだって思えないまま、ずーっと足りてない自分を頑張るっていうまま、この一生終わっちゃうよって。それってすごくしんどくないって。ずーっとこう目の前にこう人参吊り下げられてる馬みたいな。ずっと一生懸命、走らないとって。ずっと素晴らしい人間にならないと、みたいなのがずっと続くんじゃないって、この思考でやっていくと。どんな人もそのままでいい。自分を許すということかって学びやから。ダメな自分をもっと良くしていくっていうのが学びではなくて、完璧じゃないかもしれへん。不完全かもしれへん。でもそんな自分を許すっていうことも学び。それができて初めて他人を許せるって。だから他人を許そうってしてたけど、でもまず先に自分を許す。だからもう頑張らなくていいんじゃないって。頑張る
の方向性が違う。許してあげてって。人間である自分を許してあげてって。それができてない人は、結構いる。理想が高いのかな、みんな。それを認めて初めて、やっと本当の意味で向上していく。自分のペースでいいんだなとか、できない時もあるよなって。だから他人もできない時だってある。それで初めて許せるんですよ。何をね。だから自分を許すのも人生だよって。ずーっと向上しよう。それで良くなって、神様の存在に近づくっていうのをやってたけど、でも許すのも学びだよって。もうちょっと肩の力を抜いて、いけたらいいんだよって。向上しようっていう姿勢で生きていくと、その人が何か教えるって、教えられる方も頑張らないとって思っちゃうから、肩の力を抜いていける。できない自分もちゃんと磨く。その上で自分の心にちゃんと寄り添って、自分のペースで本当にちゃんと周りの景色が綺麗だなって思える余裕を持って学んでいくっていうのが、人生じゃないって。でもそれはすごく頑張り屋さんやからこうなるんですよね。でも今気づいたんじゃないって。だからもしこういう人が目の前にいたら、きっと背中をさすって、頑張りましたねって。頑張ろうって。良くなろうって今まで頑張りましたねって。頑張ってた結果こうなったんですよねって。きっとしてあげれる。それを今自分にしてあげたらいいんじゃないって。今だったらできるんじゃないって。今、ちっちゃい方の弥生さんが、大きい方の弥生さんをぎゅーっとしてるんですけど、今大きい方の弥生さんがめっちゃ泣いてるんですけど、すっごいしんどかったみたいです。すごい肩の力が入ってたっていうか、ダメな自分をもっと良くしないと、みたいな感じですかね。で、それがすごくしんどかったみたいです。で、その自分を許すっていうのがすごく勇気がいったみたい。葛藤で泣いてます、今。肩の力を抜くっていうことと、自分の弱さを認めるっていうのが、今までそれやってこなかったから、自然にできないみたい。わかるな。でもちっちゃな弥生さんがちょっと背伸びして背中さするんですよ。わかってるよって。頑張ってきたからこそ自分の悲しみとか辛さとか寂しさを押し殺してきたよねって。人にあげようとしてた愛をちゃんと自分にもあげるっていうことを学んだらいいって。それを言う機会が欲しかったけど今日言えてよかったって。それは自分がすっごい頑張ってる時に言ってもきっと届かなかったって。今だったらちょっとわかるんじゃないって。ちょっとずつですけど体の力が抜けてってるみたいです。葛藤ですね。頑張ることをやめるというのが難しいみたいです。本当そうです。こんな私でもいいのかなって言ってる。今泣きましたね。大人の弥生さんが子供みたいなんで泣きました。子供って悲しいをすごいちゃんと表現するじゃないですか。悲しかったらわーって普通に泣くじゃないですか。あんな感じですね、今。今ちょっと許したみたいです、泣くこと。今子供同士で抱き合って泣いてます。今どちらかというと大人の弥生さんが今ちょっと子供になってるんですけど、そっちの方が子供らしく泣いてます。そうやって泣いていいんだよって。肉体の年齢が大人になったって、やっぱり傷つくものは傷つくし、辛いことは辛いし、そんなん当たり前。どんだけ精進したってね、心を。やっぱりそれなりの課題がその人に来るわけですから。どんなことも平気ですってなるには、やっぱり私たち人間なので、その域になるっていうのはなかなか難しいことなのでね。だから、どんな年齢になったって泣いていいんだよって。大人になればなるほど、こういうふうに思っちゃいけな
ないっていう思考が出てくるかもしれないけど、でもそう思ったとしても心が傷ついてますから。純粋に悲しいと思ってる。子供はそれが表現できるけど、大人はやっぱりね、我慢しないととか、もっと学ばないととか思っちゃって、それで蓋しちゃうから、その感情が置き去りになっちゃうんですけど、泣くっていうこと、それを認めるっていうことは、自分がダメだっていうことを認めるっていうことじゃない。みんなできないです。だからみんな人間やし。弥生さんの場合で言ったら、もっと良くなるっていうことよりも、できない自分を認めるっていうのが難しいですよね。もう泣いてもいいっていうのを許可するっていうのが難しい。でもそれも学び。その大人の弥生さんがちっちゃい子供になって、子供みたいにわーんって泣いてるんです。今泣いてはいけないとかそういうのがもう今全部取っ払ったみたいですね。子供の弥生さんの方がすっごい安心してる。これができへんかった。これができへんくてずっとしんどい思いしてた。それを見てるのがすっごい辛かったし、この悲しいっていう思いを認めてもらえへん自分も辛かったし。だから、その、子供の弥生さんが泣いてますね。微笑みながら泣いてるんですけど、これでよかったって。今、子供の弥生さん、大人の弥生さんの方に入ってきました。一緒になったみたい。本当は、この気持ちを分かってほしかったって。辛い思い、人に何か言われて傷ついたことも、寂しかったことも、悲しいって思ったことも、本当は誰かが横にいて、ああ、しんどかったよねって、辛かったよねって、背中させてもらいたかった。でも、それを感じるのがちょっと怖かったって。それを感じちゃうと、ダメな自分を認めてしまうような気がして。でもそれを感じていいんだなって、悲しいっていうことを感じていいんだなって、ちっちゃい方の弥生さんが今回教えてくれたって。そうですね。本当。全部おっしゃってる通りですよね、本当。今、大人の弥生さんになったんですけど、正座みたいなのをして、膝の上に手をギュッとグーで置いてて、今ポタ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 涙流してるんですけど、自分の手の拳を見てて、俺ができなかったって。できなかったですね。ほんと、ちっちゃい時から。なんか頑張ってました、やったら。周りに気使ってたし。それが私の課題やったんやなって言ってるみたいです。でもまあ、愛だと思うんですけどね。他人に愛を与えるというか、他人の邪魔にならないようにみたいな。他人の負担にならないようにみたいな。本当、それすごくありました。家族でも。だから言えないんですよ。だから自分を優先できないのかな。そう、それはもう本当にもう、ね、ついちゃってますね、なんか。心優しいんですよね、きっと。だから、他人を思って自分を殺すみたいな感じ。でもね、今泣いたじゃないですか。泣くということは自分を優先させてるわけですね。でも今までやってたのと真逆やしね。今までやってたのは愛やから、他人を思ってそれをやってたわけやから、それを絶対にしたかったんですよね。でも今それを葛藤してます。自分が泣いちゃったら他人優先できないから、他人に愛をあげれないというかね。だから今すごい葛藤してて、自分の握り拳を見ててね、手をぎゅーっとグーしてるんですよ。力入ってて、こうやって頑張ってきたんですね。こうやって我慢してきたんです。他人のために。今更それを言われても、だってそれがいいと思ってやってきたし、今更ね、泣いていいって言われてもね、それをやってこなかったわけですから。だから強かったんですね、生きてるのは。なんでだろうと思ってました。死とか全然怖くなくて、すっごい向こうに早く戻りたいなってずーっと思ってきたんで、なんでなんだろうと思ってました。手を見ながら泣いてて、笑ってはなかったんですけど、
今までの自分の生き方とかを考えてね、声を発せてたんですけど、左斜め後ろに、なんか神様みたいな人が出てきて、もういいんじゃない？今分かったんじゃない？これこそがあなたがしないといけない学びだったよ。それは本に書いてない。もちろん本に書いてあることも素晴らしいことだったと思うんですよ。でもそれはまあ人によってケースバイケースですし、本に載ってないことだってあるし、いろんなところから学ぼうとしたし、いろんなところからメッセージももらえてたし、もう自分を許してあげれる段階に来たんじゃないですかって。今、その神様が弥生さんの背中をこうさすってるんです。ニコーってしながらさすってますね。神様は感情移入しないみたいですね。ニコーってしてます。すごい素晴らしい学びやったって。今、その一つの学び終わったんだから、自分を許してあげて、体の力を抜きなさい。体の力を抜いて、あ、太陽綺麗やなとか、あ、お花咲いてるなとか、あ、ご飯美味しいなとか、そういった自分の心の喜びを優先させることこそが生きるということだよって。それが今わかる段階に来たんじゃないですかって。他人のことを大事にするように自分の心を大事にしてあげなさい。自分のことを幸せにできない人が他人は幸せにはできないからね。自分を自分で苦しめるのをもうやめなさいって。それがもうできると思うよって。他の弥生さんが泣いてますね。許していいんですかって。こんなダメな自分を許していいんですかって。こんなに頑張っても自分の思うレベルにいかない。本に書いてあるような素晴らしい人間像にならない。でも自分を許すのも学びだよって言ってるかな。肩の力を抜いて生きていきなさい。それが宇宙系のスピリチュアルってわかるんじゃないって言ってます。そういうことですね。そうですね。天気みたいな感じでしたね。ある意味修行が終わったみたいな感じですかね。大きな意味ではありますよ、もちろん。その学びはね、ずっと続くんですけど、その修行系が終わったみたいな感じかな。もっと大きいんですよね、きっと学びって。本当そうなんですよ。本当言われてみて、気がつかなかったでも、気がつかなかったです。このこと。ああ、そうなんですね。今、神様の手を弥生さんが取りましたね。めっちゃ泣いてる。この人が初めてそのままでいいって言ってくれた人みたいです。神様がね。まあ神様ですからね。みんな誰でもね、みんないいって言うんでしょうけど。どんな人も愛される存在。でもね、不完全やからこそ、なんていうのかな、ラブリーなんですよ。不完全やからこそ、もっと良くなろうとするじゃないですか。そこの努力するところが本当にめっちゃ愛されるべき存在みたいな。なんかどの段階の人もいいし、みんな完全じゃないし、そんなん分かってる。その段階の自分を認めてあげる。それでいいんですって。今神様は弥生さんをギューッとしましたね。そのままでいいんだよって言ってたら、なんか弥生さんがそう思ってないから、すっごい泣いてます。こんな私で申し訳ないみたいな。こんな私でもハグしてくれるんですかみたいな。神様に近づきたかったんですよ。何でも詰め込んであげる愛を持つ人になりたかった。そうです。はい。ね、でも今神様は完全じゃない弥生さんを許したんですよ。だから弥生さんも完全じゃない自分を許さないけど、それが本当に近づきたかった愛なんです。完璧じゃない。自分を許してあげれる。神様が今そうしてくれてるようにね。他人には完璧求めてないのに、自分には求めるんですよね。それは盲点やったみたいな感じか。
言われてみてほんとそうだと思って。全然気がつかなかった、それは。だからこんな自分でもいいんですねって、それこそが自分がやらないといけなかった学びなんですねって、神様が自分にくれてる愛を自分にあげる。そうするだけですごい幸せを感じられる。今、初めて安堵してます。自分が自分のままでいいんだって思った時に、やっと安心してる今。だから、自分の考え一つで幸せにはなれたんですよね、いつだって。でもすごい盲点やったから、これは。まさか頑張らなくていいなって。そうですね。頑張ることが美徳だと思って。頑張って、すごい人に愛を与えられる自分になることこそが、目指してたところやったから、そうです。全部放棄してダメな自分を認めることこそが幸せになる方法やったなんて思いもしへんかったから。思わなかった。思えない。受け入れられなかったですね、ほんと。そうですよね。こんな学びもあるんやって言ってびっくりしてますね。でも今やっと初めて幸せを感じてるみたいです。焦燥感がないみたいですね。安堵感？こんな学びもあるのかって感じですよ、ほんと。走り続けてたんですね。まさしく修行ですよね、でもね、これは。ほんとそうですね。仕事とかも楽なとこいるのが嫌だったんですよ。すごいな。もう厳しいところのが好きで、何にも成長できないみたいで嫌だったんです。楽なところだと。感がないっていうのも分かってなかったみたいですけど、幸せの思い違いみたいな感じですね。桜咲いてるのが見えるんですけどね。綺麗って。今まで桜を見てても、あんな風に綺麗に咲かなければならないとか、思ってたけど、今は自分は自分でいいんだって思った時に、どんな自分もいいんです。お花を咲かないお花木だって栄養蓄えてるわけやし、芽が出てきて花が咲いて花が散ってっていうのを繰り返してて、なんか咲かないといけないとか思ってたけど、どんな状態だって木は生きてるからね、一生懸命。だから、どんな状態もこの木は生きてるように、咲くだけが人生じゃない。どんな状態の桜の木もいいように、どんな状態の自分だっていい。咲けない時だってある。咲く時だってある。雨に打たれてすっごい自分が思ってなくても散る時だってある。そんなんしょうがないじゃないですか。生きてたら。たまたま雨が降らなくて満開が続く時だってある。天気だって左右されるわけやし、雨だって降る。自分の頑張りだけじゃなくてね。そうですね。こんな状態でもいいって今思えてる。そういう自分を受け入れられる。それも学び。だから結局みんないいんですよね。だから結局、あきこさんにたどり着くんですよね。ああ、そうですね。みんないい？どんな状態の自分でもいい。だからそれができた時に初めてどんな状態の他人でもいいって許せるんですよね。そこで初めてこうみんないいってとこに行けるみたいですね。ああ、そっか。やっぱあきこさんなんですね。でも確かに本当そうなんです。もう、うち、家族の仲悪かったし、ちっちゃい時から喧嘩ばっかりで、ずーっと気を使ってきたんですよ、私。顔色を伺ってきた。私がいい子でニコニコしてればいいとか、人が嫌なことは絶対しちゃいけませんっていう風に育ってきたから、とにかく笑顔で、ちっちゃい時からもそれ心がけてました。私は笑顔でいようとか、人が嫌なことはしちゃダメ。ずーっとそれはもう私、言い聞かせてきたんで。そうなんや。結果のインナーチャイルドがいるんですね、じゃあ。そうなんです。だから自分をもう押し殺してました。本当に。いつも笑顔で、嫌でも笑顔でいました。泣くなんてもう最低みたいなこと思ってました。もう自分がこう傷ついてるのいちいち人に訴えかけるなんかダメみたいな。
じゃあ、今回は大きな転機ですね。幼少期からやってたんですよね。本当にそうおっしゃる通り、も全部私そうだなと思います。全部なかったことにしてますね、本当に。で、人を責めるとかは絶対嫌なんですよ、私、すっごく。そんないけないと思うんで、もう起こったことは全部自分の責任と思ってますから。自分を許さない人を本当の意味で許せないんですよ。そうそう、でも本当そうだなと思いました。だからちょっとしたことがもう気になっちゃったりとかね、子供とかにも。弥生さんが天使になりました。本当ですか？はい。今自分も許し、他人も許すのところに来てるんですけど、そこになって初めて天使になってます。でもやっぱそれが必要だったんだ、私。そこで初めて本当の意味で愛を与えられるみたいですね。確かに本当ね。あんな自分じゃ与えられないな。だって厳しいんですもん。やっぱ安心安全リラックスとか、ヤギ見てポーみたいなね。それがいいんでしょうね。それがなんか私できなくて、ほんとすごい難しいなと思ってて。でもきっと道があるんですよ。この危険なところの次がそれじゃないですか。それができてない人はそこ戻れって言われるから、そこが終わったって思ったらいいんじゃないですか。そっか、そこの修行がもう終わったから、今度はこう、ぼーっとする？自分優先にみたいな感じか。自分を許すとかね。今天使になって自分が自分であるっていうことにすごい安堵感があるし、それを教えてあげれるみたいです。自分ができるから。そういうとこがあったよって私もって。でもそれは頑張ってるからそうなってるよねって。それを気づいた時まで責める必要はないって。どんな状態でも人に愛を与えようと頑張ってたんやから、それはそういう時期があってよかったよねって。そこからもう抜けていいんじゃないって言えるようになってますね。よかった。でもそういうふうにね、まだまだ頑張りなさいって言われる、なんかほっとしました。本当ですね。そういう道があるってことですね。みんなね、やっぱり頑張り屋さんって頑張りはるからね。肩の力を抜いてもいいよっていうのは、抜いてる人じゃないと見えないですから。そういう存在になれるってことだと思います。すごい気づいた。こんなことが気がつかなかった。なんかすごいもっと楽になった。本当ですか？よかった。今日も愛あふれる素敵なメッセージでした。今回のメッセージはまるでにゃんこに向けられたもののように感じて、そうかと思いながら動画編集してました。そんな頑張り屋さんのにゃんこに心置きなく映画見て、お茶して、昼寝して、YouTube 見て、また昼寝する素敵な休日を作りたいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。